はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はですね、ちょうど3連休の中日ということで、非常にもう暖かくなるということで、出てきました。朝方はね、ちょっと寒かったんですが、時間が経つにつれまして、徐々に暖かくなってきたので、出てきましたら、本当に暖かいです。ただね、3連休の中日なんでね、車がやっぱりね、多いですね。ちょっと高速使ってね、ちょっと遠くに行こうかなと思ったんですが、ちょっと待てよと。行楽地はね、多分ね、大変な状況なんだろうなっていうふうに考えたら、ちょっとね、二の足を踏んで、高速には乗らないで、いつもの道を走ってますけども、今日はですね、ちょっとここで私の妻も苦手な縦溝ですかね、道路ね。それをちょっと深掘りしてお話をしたいなというふうに思っています。縦溝をね、やっぱりバイク乗られてる方で嫌いな方多いと思うんですよ。で、なんかね、違和感があるとか、ぐにゃぐにゃして走りにくいとか、ハンドルを取られて、怖いとかね、いろいろあろうかと思うんですけども、その縦溝は、なんでね、そういう縦溝を作っているのか、それと、そういうことかと、縦溝を走っているときってそういう状況なんだっていうのが分かれば、これまでと違ったね、感覚で走れるようになるのではないかなというふうに、感じましたので、ここでちょっと詳しくね、伝えをしたいなというふうに思いました。詳しくはですね、なかなか難しい言葉というかですね、内容も出てきますので、これでですね、恐縮ですけども、お話をしたいと思います。縦溝の工法はグルーピング工法っていうね、そういう名称だそうです。それでは、ちょっと話を聞いてください。よろしくお願いします。どうぞ。それではまずグルービング工法の効果なんですけども、これはスリップ事故を未然に防ぐことが目的だということです。路面排水のアップ、ハイドロプレーニングの防止、路面の凍結防止、制動距離の短縮化、操縦安定化、直進道路や滑走路などでは路面、雨天時のスリップ防止、交差点手前では制動距離の短縮化、そういった効果があるそうです。他には走行中のタイヤと路面の摩擦音を吸収して、騒音を軽減するという効果もあるそうです。溝がありますからね、排水性のアップとハイドロプレーニング防止は間違いないというふうに思います。それから日照時には日光に当たる面積が増えていますので、路面凍結防止ですね、これになるというふうに理解もできます。制動距離の短縮化についてはですね、縦溝の話ではなくて横溝、時々ありますね、横溝、交差点の手前とかね、これになるそうです。タイヤが変形して食い込むのでグリップ力が上がって、制動距離が短縮になると。で、コーナーが、縦溝なのは同じ理由でスリップしにくくなるということなんですけども、これはあくまで四輪車に関してですね、言えることであって、実際二輪のバイクなんかはですね、そういったこともはっきり言って、世にとらしということも言えないというふうに思います。ただバイクについては操縦安定化については少なくとも、四輪と比べると、安定性には欠けるのではないのかなというふうに、苦手な方は皆さんそう思っているというふうに思います。走りにくい感触ってどんなものかというとですね、
まず皆さん感じるハンドルがふらつくように感じる。これはフロントのですね接地感が減って左右にフラフラするように感じることではないでしょうか。実際に左右に切れるわけじゃないんですね、ハンドルがね。今にも左右どちらかに切れてしまいそうな不安を感じる。これが怖くてついついハンドルを押さえてしまうという、コーナーの外に向かって膨らんでしまいひやりとした方も多いんじゃないですかね。抑え込むっていうのはかえって逆効果なんですね。ハンドルが動かないように感じる。今言ったのは逆ですね。ハンドルが固定されてコーナーを直進してしまいそうに感じることがあるということ、ね、コーナリング中のとある角度でステアリングが固定されてしまったような感触、そういう感触なんですね。あと左右にフラフラするような感触。ステアリングというのはコーナリング中の車体が寝たり起きたりするような感じ、実際に寝たり起きたりするわけではないんですよね。とにかくそんなことが起こりそうな感触がひしひしとライダーに感じられて怖いと、スリップダウンしそうに感じる。不安が感じてですね合体して今にもスリップダウンしそうな、スリップして転倒しそうな感触に悩まされたりする。実際に、スリップ転倒まではしないもののどうにもいまいちっていう感じですよね。ペイントの上を走っているようにドキドキしたり砂が浮いている路面のような不安感、そういった感じがグニグニという感触ですかね。こういった感じをしてちょっと不安になりますよね。なぜそんな感触になってしまうのかというと、これはバイク特有の車体構造が影響しています。バイクはバンク角や重心移動に応じてステアリング、ハンドルが左右に切れることでバランスをとっている乗り物です。要はまっすぐ進んでいても目に見えない、体では感じ取れないように左右はね普段でも細かく左右にふらついてるんですよ。これ分からないですよね。乗ってる我々は分からないんです。そしてこのステアリング操作は、ライダーが手で操作するものではなくてバイク自身がですね自動的にステアリングを左右に切ってバランスをとっているんですね。バイクというのはそういう乗り物で強引にステアリングを切る四輪車とは決定的に違う部分なんですね。普段は路面が平坦な場所ではライダーはステアリングが自動でバランスしていることに違和感を感じないんです。ところが路面にグルービングがあるとタイヤの接地面的にはですね平面でなくなっているのでライダーは平坦路をコーナーリングしているつもりなのにタイヤは平坦路ではない挙動を示すんですね。自動バランスするステアリングに影響する。この挙動が不安な感触に思えるわけです。平坦な路面であればタイヤは接地面は1箇所なんで特に、タイヤは自動的に、バイクは自動的にですねバランスを取ろうとしてステアリングは細かく左右に切れるんですけど、ライダーが感じるほどの左右の切れ角もなくすんなりとコーナリングしていったりします。ところがグルービング候補があるとタイヤはですねこの凸凹を拾っちゃうんですね。そうするとより今まで以上に、タイヤを固定した感覚になったりステアリングが左右に触れてしまうんではないかという感覚になるんですけど、バイク自身はですね一生懸命バランスを保とうとするんですね。タイヤに当たる路面が接地面が右になったり左になったり下になったりタイヤの接地面がみるみる変わるわけです。それに応じてバイクは、ステアリングをうまくバランス取ってバイクのバランスを保とうとする動きをするわけですね。こういった動きがですね普段の平坦路と違うように乗っているライダーが感じ取ってしまって気持ちが悪くなってしまう、こういうことなんですね。ですので、こういった路面でもですねライダーは慌てることは全くないのでバイクは自然とバランスを保とうとしているのでグルービング構造があるから即転倒するっていうことはないんですよ。先ほど申し上げたようにバイクはねバランスをとって、こけないようにバイク自身がしているのでそのいわゆるそのバイクのバランスをライダーが一緒に、
力で抑え込むんではなくて、一緒に保とうとしてあげればいいことなんですね。タイヤは断面が丸いので、ルーピングに乗ったタイヤは部分的に斜面を走っているのと同じことになるんですね。バランスするための挙動、ステアリングを左右に切るを起こします、自動的に。けれども実際にステアリングが切れるより先にタイヤは別の位置に接地点が移動するので、しかも本当に、接地点が移動しているわけではなくて、タイヤ全体で平坦路を走っているのと同じ挙動を示そうとします。次から次へとタイヤの接地面があっという間に変わっていくので、本当にだからいちいちその、ハンドルステアリングをですね、その接地面にグルービングの接地面に合わせて矯正する必要は全くないんですね。ただ不安定な動きを敏感にライダーが感じ取ってしまって、で違和感が残るだけで気持ち悪くなる、こういうことなんですね。42ではそういうことは全く受けない。バランスを取ってそもそも走ってるわけではありませんから。じゃあどうすればいいのっていう話なんですけども、結論を言うとどうすることもできません。そこにグルービングがある以上不安定になるのは避けられないということです。不安定になったとしてもそのまま転倒するということはありませんので、特にですね、溝の幅がわずかでありますから、転倒してしまう前に次の平面にタイヤが差し掛かって記録込みが復帰するから、またバランスをとってバイクがちゃんと走っていく、こういうことであります。ただ必要以上に身構える必要はないんですけども、グニグニと感触は良くないのは確かなのかなと。そこは我慢する以外に対処法はないと。ただうまく我慢する方法なんですけども、バイク特有のステアリングの動きのせいでグルービング路面では不安な感触を生んでしまうわけですが、グルービングの溝は深さが深くともタイヤがそこに接地するほどの深さもなくて、幅は大して広くないということなんで、ハンドルから力を抜いてですね、ふらふらしっぱなしにしておけば勝手にバランスし続けることが可能なんです。バイク自身がバランスを保ってくれる、バイクを信じなさいと、こういうことです。そんな無茶は言うなと言うかもしれませんが、そんなことないんですよ、ね。オフロードバイク見てくださいよ。オフロードバイクなんてね、グルービング後方どころじゃないでしょ。ガタガタ道を走って、それでもこけませんよね。うまくステアリングバランス取って、バイク自身がバランス取って走ってるじゃないですか。でそういうことを考えると、不安な挙動が出そうな時にハンドルから力を抜いて完全にフリーにするのは確かに勇気がいりますけども、ハンドルから力を抜くのはバイクをうまく乗るための基本中の基本であるということを忘れないでくれますかね。普段からハンドルに力を入れないよう注意していればですね、グルービングで不安な挙動が出そうな感触がある状態で実行すればさらにいい走りができるということになります。ですからグルービング後方に行ったからといってグッとハンドルを押さえ込むように力いっぱいグッとするのはやめてください。かえってね、バイクがバランスを取ろうとしているのを邪魔していることになりますので、やらないでくださいよ。ですか。数多くそういったグルービング後方を走ればおのずとして慣れてきますので、大丈夫になります。グルービング後方の走り方参考にしていただければいいかなというふうに思いますので、どうぞやってみてください。以上です。いかがだったでしょうか。グリービング後方どうですかね。お分かりになったでしょうかね。ということですから、やはりね、四輪のための、後方といっても過言ではないと思いますけど、考え方によってはバイクに任せておけば大丈夫だということで乗られてはどうかなというふうに思います。あとですね、ちょっと触れなかったんですけども、タイヤによってもだいぶ違うようです。私このバイクはピレリという、ちょっと固めのタイヤを履いてるんですけど、ほとんどそのグルービング後方には影響はない感じですね。ぐにゃぐにゃっていうのも本当感じないです。
ですからそれもちょっと参考にしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。少しでもですね、縦溝怖がらないで走れるように、参考になればというふうに思いましたので、よろしくお願いいたします。リターンダイダー63でした。それでは皆様方、ご安全に。